からしれんこん食べます？あ、じゃあいっちゃいましょう。からしれんこん、あ、食べたい。もうそれ博多っすね。行きましょう。九州じゃないですか。熊本でしょ？からしれんこん。熊本。大田さんはどこ出身なんですか？大分出身。ああ、文具水行きたい。行きたいです。魚うまいです。フグ。だからこんなに黄身と魚津で全然違うんですよ。毎日書いてる。毎日やってますね。屋台をそのまま持ってきたくて。ああ、じゃあそっか、でも博多とかのラーメン屋さんって飲みながら食べるって感じですか？あの文化いいじゃあ、なるほどね。ないですか。でラーメンだけってもったいないなと思って。食べましょう。村尾。これ安くないですか？460円って。定価が安いね。村尾は。あ、確かに2軒目いい、すげえいいっすね。これいい。めちゃくちゃいいっすね。これいい。お時間は何時までやってるんですか？朝5時まで。2時まで。あ、 2時まですごいっすね。いいね。試合入ってますね。すごいね。1.5の酔っ払いを受け入れて終わり。おお、あ、結構いるんですか、やっぱババ。多いですね。おお。そうだよね。こんな形でまた会うとは思わない。ねえ、久しぶりの再会が。あ、そういえばみたいな。デブちゃん。ちなみに顔はまた出さない方がいいですか？僕ですか？あ、全然大丈夫ですか？今ちょっとちゃっかり映っちゃってるんで、すいません。出たがりだね。出た方がいいっすよ。目立ちますよ。出たがり喋りたがりなんですよ。ああ、もう最高じゃないですか。なんかあんま言う人いなかったですよ。そうですね。だから当たり前のように関東人はバリ方がなんか正義みたいな。もったいないなと思って、せっかくいいものなのに。そうだからでもなんか店がまあそういう選べるようにするんだったらそれは別にいいんですよ。なんか選べばいいだけだけど、なんかでもそういう考えるきっかけを与えてくれたのはここの店なのかなって僕は思うんですけど。なんかテキストだけのやり取りで結構内容がセンシティブで伝えるのめっちゃ難しいなと思って。どんな内容だったんですかね。いやちょっ別に喧と動画で嘩じゃないけど、なんか一つなんか問題提起を与えてくれたと思って、俺的にはなんかすごい良かったんですよ。そのちゃんとバチバチだったんですか。バチバチじゃないけど、俺的にはすごくこう衝撃的だったというか、もう悲しい。ピリッといっちゃう。レンコンとからしってめっちゃ合うよね。うん。僕大好きですからしれんこん。これは酒合うわ。やっぱでも地方いいっすよね。いやちょっとババですから全然ババですから九州来た感覚になってるんですけど。バリ東京っす。乗っかっちゃった。明太子食べます。あ、いいですね。きゅうりと明太子。餃子ありましたっけ。ちょっとこれ大丈夫ですか？こんなにいっぱいになります大丈夫ですか？ラーメン別腹って。は魔王460円。安くないですか？魔王とか多分800円、900円、2000円ぐらいします。マオいくらなんですか。460。あのマオっすよ。あの魔王しかないから。絶対でここで飲んだ方がいいと思う。いや本当。みんな変な居酒屋行って締めにここ来るじゃん。いやそうじゃなくてここで飲んでここで食った方が絶対安いでしょ。絶対そうっす。キュウリ漬けと明太子あーす明太子。ギネスに認定された世界一栄養のない野菜。あきゅうり。そう。認定されたんですよ。きゅうりって好きだよねみんな。はい、すいません、煮え玉で上こんなのあんの？マオ安すいません。安すぎじゃないですか？高く売ると嫌がる酒蔵さんとかいるんですよね。だって坂さん利益ないですよね。そうですそうです。あ、そっか。ここだけしかは一緒だから。なるほどね。あ、そういうのやっぱ良くないなと思って、うちは定価で仕入れて欲張らずってことは魔王もこのぐらいの値段で本当は売れる。本来はそうですね。1本でも定価で仕入れれるんですか。酒屋さんから普通に定価で。そこでじゃあ信頼ゲットしてるんですか。だって最初来た時にこの酒の数ちょっとバーなのかなと思ったもん俺。店主はごめんなさいね。
何を目指してるんですかラーメンはなんか通過点に見えるんですけど、ツールに見えるんですけど、孫食文化を広めたいっていうのは、福岡特有のでもなんか一時すごくこう SNS でこう噛みついてなんかこうあったじゃないですか、そういう。あ、それあったんですね。最近すごくなんかちょっとおとなしくなられたのかなって。丸くなったんですか？作戦ですね。やっぱそうですよね。炎上が一番やっぱそうなんですね。し、炎上の仕方がやっぱ大事かな。あ間違いない。僕が投げかけた問題が燃えるのはありで、僕自身が燃えなければ。海外でやった方が儲かりますよね。そうですね。商売的にはいいですよね。日本で成熟した食文化だけど、海外の評価が集まれば国内のニーズって評価ってひっくり返るから、それも目標にとして本当は自分の自国のものの価値を認めてから海外に放出すればいいのに、海外から認められたらなんかすごいみたいな、ミシュランみたいな感覚がどうしてもあるから、それを逆手に取るから逆手に取ることですね。だからビジネスマンですよマジで。福岡の人間でもないのに、しかも東京で博多ラーメンっていいんですよねって言われるけど、まあ今に見てろよ。まあすごく。てかそれ言ったらじゃあ東京のフレンチどうなんだって話ですよね。でも関係ないところにこう自分でぶっ込んでいくこともありますよね。当たり合いになってる。だけどなんかあの頃からラーメン屋のその SNS ってだんだん過激になってきたなっていう、そうですね。なんかみんな言いたいこと言うようになってきたなと思って。でも言った方がいいと思うんですよ俺。なんか大盛りにわざわざして残すとか、それに対して文句言うって俺は普通のことだと思うんだと思うんですけど。ラーメン屋の炎上は多いですね。その人自身が燃えちゃうことが多いですね。ラーメン屋は特に多いです。多いですね。多いです。結局選んでいい時代になったんでしょ、令和は。今までこう一方的にお客様は神様ですよね。食べログとか散々言われてきたのをなんか店側が対等に言えるようになって。来んなよって話ですよ。そう本当そう。お前求めてねえよ。いや本当そうなんですよ。でも僕は最初からずっと思うのが、でも我々の商売ってそこの層がターゲットに入ってきて、まあね。そうですよね。僕も好きでレストランとか行くんですけど、やっぱ客層がやっぱまあそうっすよね。違うっすもん。確かに。こことロージエの客層は違う。当たり前の話だから。そう。だからもうそれどころか、そうなんですよ。1000円論争言ってる時点で、そうです。でもその層を相手に商売始めてるからしょうがないよねっていうの分かった上で僕は燃やしてるんですけど、まあね、それを理解しないで自身が炎上してるラーメン屋さん多いですね。だって俺この間ケンちゃんラーメン行ったら山形のケンちゃんラーメン1000円田舎ラーメンがすごくないこれ。考えさせられる。いいでも僕は嬉しい。いい流れ。そういい流れ。そう嬉しい。そういい流れ。多分ラーメンも今二極化のちょうど過渡期じゃないですかね。なんか飯田商店とかブレイクブリッジとかああいうところがどんどん上げてってくれれば、確かにお客さんはね行くところを選ぶ選択肢が権利がある。朝までやってたらめっちゃ行くな。本当。いやまあすいません頑張ってますよ。2時まで。すごくないこのつまみの量。ホリエモンだよ。そうなんだ。いやうまい。麺のうまみって感じるとそういうことなんだろうな多分。っていうのはすごく勉強になったこの店で。でも程よく臭みを残してるんだね。そう。別にバリカタでなくてもハリカタでなくても、美味しいんだよね。そういう風に製麺所は作ってたりもするし、あの文化も良くないですかね。バリカタってだって体にそもそも悪いですよね。だからまあ何も考えずにバリカタって言ってたら俺も、まあ、確かに何も考えてなかったなって思うし、まあ考えたらそういう風に洗脳されてたし俺も、でも分かります。めっちゃ分かる。好きだ。